今回はトロンクシーというメーカーの超激安 3D プリンターの印刷速度を無改造でできうる限り高速化していきます。当然造形の綺麗さも実用上問題ない程度には求めていきます。この動画にたどり着いた人たちのほとんどは知っていることでしょうが、3D プリンターで印刷物を作る前には印刷用のデータを SD カードなどに保存する必要があるわけですが、そのデータを作るソフトをスライサーと言います。スライサーではノズルの温度や速度、ベッドの温度、その他諸々の 3D プリントに必要な要素が変更できます。2つ前の動画ではこれを初期設定のまま使い、印刷している様子を垂れ流しながらペチャクチャ喋っていたわけではありますが、この設定をいじることで高速化や逆に低速化もできるわけです。自分はスライサーソフトにはクーラというソフトを使用しています。まあメジャーなソフトなのでそれでいいやろって思ってます。実際設定できる項目もめちゃくちゃあるので、使い始めはかなり戸惑いました。一応その項目が何を表しているかを書いてくれているサイトがあるので、それと照らし合わせながら設定をいじるといいでしょう。概要欄にリンクを貼っておきます。クーラで X5SA を使うときにはアドプリンターからトロンクシー X5SA を探しましょう。これで初期設定は完了します。パソコンの起動ボタンを押すぐらい簡単です。さて、導入はここまでにしておきまして、X5SA の問題点をもう一度お話ししましょう。まずは速度。初期の設定では使い物にならない程度には遅いです。あと糸引きも激しいです。糸引きに関してはエクストルーダーと呼ばれる部分が大きく関連してきます。マジでよくわからん単語ですが、フィラメントを押し出しているものだと思えば大丈夫です。X5SA はこのエクストルーダーが印刷をする部分からかなり離れた位置にあります。そのせいで糸引きを抑える引き戻しがうまく働かず、栄光の架け橋ができてしまうわけです。で、速度と印刷品質を向上させるために、実は何回も設定をいじりは印刷しを繰り返して1万年の月日が経過したわけですが、その全てを見せていると動画時間が長くなってしまうので、最も高速化できた設定がこちらになります。 QP ばりの時短術です。印刷速度、移動速度をとりあえず設定できる MAX に、その後引き戻し距離を 70ms に。この設定により印刷時の糸引きがマシになります。また引き戻し距離は 8mm に設定しました。5mm 程度が初期設定だったと思うんですが、この設定だとどうしても糸引きが発生してしまいました。で、これだけの設定だと X5SA の場合、加速しきるまでに時間が異様にかかることが分かりました。ゴムで遠くから動かしているため、力が加わるまでに時間がかかるんだと思います。調査班はクーラの奥地へと向かいはしませんでしたが、加速度制御を有効にし上げてみることにしました。で、これを上げるだけだと止まるときが急ブレーキになりすぎてしまい、印刷物が印刷中に吹っ飛ぶとかいう事件が発生してしまい、一時部屋が踊る大捜査線でした。印刷物は無事見つかりましたが、そんな話はさておき、急ブレーキにより印刷物が吹っ飛ぶという事件を解決するために邪悪制御を有効にしておきました。これにより速度の上がり下がりが少し緩やかになります。ここまで設定を完了した状態で印刷したものがこちら。十分綺麗ではありますが、表面に多少のプツプツができています。飛び出しているわけではなく、どちらかというと穴が開いている感じのプツプツです。これは引き戻し距離が長いことが原因です。引き戻して押し出してという動作が間に合わず、このように一部穴が開いたような状態になっています。このままの状態で動画を出すか、より綺麗にする設定を探すかで小1時間ほど迷っていましたが、より調整することにしました。いくつもの船が量産された後、ようやく見つけました。シームコーナー設定とかいうものです。これをスマートシームに変更してやることで表面をきれいに印刷できました。出来上がりがこちら。ラビスツの X1 で印刷したものと比べてもほぼ同じです。
いや、より優れた点もあります。底面です。ラビスツの X1 にはヒートベッドがありませんでした。それに加えて底面の上下のズレも激しかったです。なんか波打ってるようになってるんですよね。それゆえか底面の造形が崩れることがよくありました。それと比べて X5SA は底面の品質がめちゃくちゃいいです。この丸い穴の部分も綺麗に印刷できています。自動レベリング調整がある程度働いてくれているんでしょう。これくらいの印刷品質が保てるならまあ許容範囲だと思います。もちろん僕基準ですが、品質を重視したければ速度を落として引き戻しをもう少し緩やかにするといいでしょう。速度重視の印刷設定では造形に変化のある部分で角が少し丸まってしまったりするので、精度が必要なものを作る場合は速度は落とす必要がありそうです。自分は急ぎの時以外は印刷速度を落として60から70ミリセカンドぐらいにしています。じゃあ今までの高速化の話は何だったんだと、そういう意見もあると思います。正直に言いましょう。半分以上動画ネタです。許せサスケ。というわけで印刷の設定の話は以上。次回はこの 3D プリンターを簡単に改造していこうと思います。チャンネル登録、高評価、低評価のするしないはお任せしますが、よろしければまた見に来てくださると嬉しいです。それでは。